にちは。今回はウマ娘シンデレラグレイ第12話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。ダイナアクトレスちゃん、平井はい。ゆっさゆっさ。あれ、ダイナムヒロインちゃんこんな巨乳なの。この子巨乳すぎない。声優は誰だろう。前回オグリに負けた子。構造的に巨乳で速いのはおかしいよな。プリキどこ。もう終わりか。これジャパンカップと有馬記念やる気ないな。2クール目の目玉では終わらなかった。残り1ハロンだけで最終話か。次週最終回、決着はどうなるか。カスケードみたいな走りしやがって。カスケードはここからさらに伸びる。最後の直線1週間もかかるのかな。ダイナ世界一長い2分。スラダンやキャプテン翼の2分の方が長いぞ。この化け物が言ってるやつも怪物兵器。逃げてたのに追い抜かれて、またお前かみたいにガン見する馬もいるくらいだし、会話くらいするだろう。相変わらずあっという間に終わる。やっぱり決着は最終回じゃないか。最終回に主人公が負けるわけがない。絶対放送時間短いって終わるの早すぎる。この調子じゃ引退までやってたら3クールくらいかかるだろう。結果分かっててもおもろいな。最初の幼い頃の玉って意味あった。奥にそんなにスパートで沈む印象ないんだが、あれじゃ待機ブリザードだわ。ラストランの有馬記念は6話くらい使いそう。さすがに3話くらいだろ。武豊がどういう形で表現されるのか楽しみ。サブタイトル日本一とか、これは来週小栗勝つ流れやろな。まさか主人公が負けて終わるなんてないよな。小栗顔怖いよ。まあ弱虫ペダルだって1話で400メートルくらいしか進まなかったから。通常版のたまちゃんは差しで使えってスキル構成してたな。そして別衣装は先行中心のスキル構成っていう、どっちも追い込みでは使いにくいやつ。秋天からジャパンカップまでに3話、ジャパンカップで2話、ジャパンカップから有馬までに3話、有馬で2話。まあクリークの菊花賞とか挟むから2レースだけってことはないけど、日本一ってんだから次回は有馬までやるんだろう。2期は一番盛り上がった89年秋の6レースを。小栗を生で見てたやつってもう50代ぞ。なんていいとこで終わるんや。主人公怖すぎ。めちゃくちゃ熱いやんけ。主人公の顔か。これがウマ娘でレースが回をまたぐの珍しいな。決着来週かい。そこで終わんのかい。前は体感10分だよ。実は時間加速してるだろ。よく喋るやつは負ける。相手が勝ち誇った時、そいつはすでに敗北している。秋天は逃げがかなり難しいレース。ただパンサラッサはイクイノックスいなけりゃ勝ててたかも。馬すごいな。こんな作戦考えて走ってるのか。残り50メートルで2週間かけた自転車アニメがあるからな。来週終わるとは限らんぞ。1コーナーで1話ってイニシャル D かよ。前傾姿勢かっけ。これは待ちきれずレース結果作るやついるな。ラストランの有馬記念は6話くらい使いそう。サブタイトル日本一だし勝ったなが母。オーポグリ優勝か。綺麗に1期終わるか。何がすごいって、これ史実通りの展開なんだよな。事実は小説よりきなりだな。シングレの方はプリキついてる方と違ってレース戦略や心理描写が細やかよな。どっちも妹は描写されないんだな。本編と関係ないし、何ならタマと何度も走ったパクパクの姉も出てこない。ちょっとレース長すぎないか。2000メートル走るのにどんだけ尺使ってるのか。ジャンプアニメらしい引き伸ばしではロタ。露骨すぎんだわ。いやよいけど。ナーバス玉改変されちゃってたね。後半腕組マーチとレース前ナーバスタマちゃんかわりいね。ナーバス玉はもっと FX とかしたような顔じゃないのか。なんで小栗も玉ももシングルマザー家庭風味なんや。小栗と玉の母親は双子、それとも父親が同じ。全くもって赤の他人。毎週1時間やってほしい。ロードロイヤルさんの走りが
この間の名将タバルの復讐になってた。なってないぞ。タバルは中間緩めずに加速ラップ気味に走ってる。ロイヤル様最高だった。逃げは孤独でいい。あとタマちゃん転勤してもらえたんだな。今週は漏電してなかった。ダイナムヒロインパイが俺を狂わす。馬って前回のやつ続出して大変だっただろうな。今日よかったな。タマは作戦をトレーナーに話していない。オグリはその実力がすごい。トレーナーって必要。いいとこで終わり。オグリコパ、オグリがラスボスだったとは。主人公のオーラが黒いってのも珍しい。白い稲妻な玉との対比なんだろうけど、タマは光でオグリは深淵のイメージある。最終はオグリにふさわしいタイトルだな。強いライバルにも恵まれたのが、オグリ伝説は再現性なさすぎる。オグリもタマも新ママ家庭だけど、ウマ娘って新ママが普通なの。良いところのお嬢様のが多い気が。タマちゃんゲームじゃ大家族だったんだけどな。ウマ娘の母ちゃんってみんな目隠れなんか。まあ血統的にタマの母馬娘はグリーンシャトーなのかって話になっちゃうからぼかしておかないと。よかったね、ダイナムヒロイン。シングレアニメ化でダイナムヒロインのヒロイン度がバレちまったな。シリウスシンボリドコ。闇に飲まれたよ。さあ、盛り上がってまいりました。オグリの眼光、アニメになってすごくなってる。でここで引きか。シンデレラグレイにはプリティはついてません。決着は来週までお預けか。タマのお母さんエンドをあやさんだ。うわあ、どこで終わっとんねん。シングレって誰が主人公なん？誰がオグリキャップとかいうラスボス倒すんだよ。天皇賞で終わらせるとは思わなかったな。皆口優子と遠藤綾、母親役声優が揃っちまったな。ドラゴンボールのような時空のネジ曲がった2分。コンクールは秋天までで終わりか。次回1クール目最終回。黒ベタに眼光だけ白抜きは、もうラスボス系主人公じゃないと許されない描き方なんだけど、白い怪物なので、むしろ描き方としては正しいと言えばで。今までのアニメウマ娘じゃ無理しか言わなかったモブだけど、レースにモブなんてものは存在しなく、揃いも揃って強者。シングレはそれを思い出させてくれるぜ。秋天決着は来週か。あのシーンも来週存分にやってくれるんやな。くっそ楽しみ。たっぷり尺を使っての起点描写。緊張感あり、駆け引きあり、そして最終直線に入るところでの次回への引き。これは猛気になって仕方ないでしょう。別格 VS 別格の戦い。果たしてどちらが勝利をもぎ取るのか。タマモクロスのメイン回、いつもどこかひょうひょうとしてコメディリリーフなポジションのイメージも強いけど、内心ガチなトーンで冷静に分析解析弱点の克服どころか、それを乗り越えた上で相手の読みのさらに上を行く走りで見せる姿がかっこよすぎた。ちなみに今週のシングレで描写されたタマちゃんとそのお母さんが笠松に訪れていたシーンは、実際にタマモクロスとその母グリーンシャトーと思われる2頭を連れたエピソードが元になっているそうです。こんな細かいエピソードを盛り込む伊藤先生に脱帽です。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。